こんにちは。今日はカナダでのワーホリでどんな仕事をしていたかっていうことについて話していきたいんですけど、バンフでまずホテルのハウスキーパーをやってまして、でバンクーバーに戻ったら、レストランでディッシュウォッシャーをやってました。で、ハウスキーパーっていうのはホテルの部屋のベッドメイキングや掃除など、お客様がチェックインできる状態にするために綺麗にする仕事なんですけど、1日に10部屋から20部屋ぐらい1人ずつ割り当てられて、チェックインの状態にするのが1部屋30分ぐらいで、宿泊中の部屋を綺麗にするのが15分から20分ぐらいでやらないといけないんですね。で、これが本当に大変で、最初は先輩スタッフと一緒に回るんですけど、僕の場合体力もなくて力仕事にも慣れてなくて不器用かつ容量も悪いので本当に大変で、同時に始めた10代の女子の子もいたんですけど、その子の方がすぐに独り立ちしたんですけど、僕はなかなか独り立ちさせてもらえなくてへこみました。で、最初の頃は本当に息切れが止まらなくて、特にベッドメイキングの時なんかずっとかがんで作業するから、もう腹筋が痛くて、もう立ってられなくなるぐらいきつかったんですね。で、先輩に山登って体力つけてきなさいって怒られまして、で、ハイキングにもよく行ったし、ホテル内のジムに通ったりもしてました。で、ずっとやっていればやっぱ体力もついてくるもので、やっぱハイキングも片道1時間ぐらいかかっていたのが30分ぐらいで登れるようになったりとか、ジムでダンベルを主に使って全身を同時にスクワットして腕上げてっていうのをずっとやってたんですけど、それも最初は10キロぐらいでヘトヘト、それを10分ぐらいずっとやるんですけど、10キロぐらいヘトヘトになってたのが、少しずつ上げていって30キロぐらいまで持ち上げれるようになったりとかですね。それなりに体力がついたんですよ。で、なんか、ここに英語力をつけるために来てるのに、筋肉留学かなってちょっと頭によぎったんですけど、やっぱそうやってると、やっぱ最初の頃よりかはやっぱり確かに早くはなったんですけど、それともやっぱ上司の求めるクオリティには及ぶことができずにですね、部屋掃除の時間で言うと最初デビューしたての時1時間半ぐらいかかってたんです。最悪。で、それもなんとか頑張って40分から45分ぐらい。でもやっぱり、一部屋30分で終わらせないといけないところを45分とかなって、で、他の人たちにもどうやってるのか聞いたりして、それを実践してやるんですけど、それをやったら、また他の先輩に怒られたりとかして、なかなか、思うようにうまくいかなくて、結果、これ以上、あと1ヶ月間やって、改善できない。もう少し早くスピードを上げたりとかできないんだったら、もうクビになるかもしれませんっていう書面までもらっちゃって、もう完全に凹んだんですけど、その時。でもその時ちょうど、バンクーバーから遊びに来てた友達がいて、で、その時にエキストラの仕事がある話を教えてもらって、ちょうどクビになりそうだし、もういっかと思って、バンクーバーに戻りました。で、バンクーバーで、とにかく僕エキストラの仕事とかそういう映画関係の仕事に携われるなら何でもいいなって思ってたんですけど、それでもやっぱもうどうしよっかなって、もうそもそも一生懸命バンフでやってきたのに、それでも結果がついてこなくて、凹んでて正直仕事に対する自信もなくなってたんですよね、自分の中で。自分何やったらいいんだろうって思って。だから仕事探すのもなかなか目が入らなくて。そんな時に友達が働いてるレストランで、人が足りないから入れないって声をかけてくれて、じゃあヘルプだし、せっかく、バンクーバーに戻らせてくれるきっかけをくれた友達の頼みだし、これ行かない手はないと思って、で、そこで一日働いて、もうそこでもう採用してもらって、そこからまた半年ぐらい
働かせてもらって、その実証者やってたんですけど、その実証者はオイスターバーなんですけど、オイスターバーのカウンターが3箇所ぐらいあって、でそこに洗い物をどんどんトレーに溜めていかれるから、それを洗い場まで持って行って、それを洗ってっていうのをやるんですけど、そのトレーがまためちゃくちゃ重いんですよね。だからまたそこでも体力使うっていう。いやでもハウスキーパーにするので全然楽ですけどね。ということで、今回、前回は、もうワーホリでやった楽しかったことばっかり載せたので、めっちゃ楽しんどるやんって思われてたかもしれないんですけど、結構、それ以外では、仕事で結構辛い思いしてたりしてて、っていう一面もありました。なので、特に英語力とかが中間レベルだと、なかなか英語をメインにした仕事ってあんまりなかったりもするのかなと思うので、日本であんまり体力仕事とかやってこなかった人とか、運動嫌いの人とかはちょっと大変かもしれないです。ワーホリ行かれたい方はぜひ、英語力も必要なんですけど、体力もつけていった方がいいと思います。っていうところで、今回の動画はおしまいです。